さんこんにちは。土地探しからの家づくり専門店八谷のマーケ担当です。今回ご案内するのは延床32坪 3LDK 狭小地に立つ音楽好きな4人家族のお家です。まずは外観からご紹介していきます。外観には白色の塗り壁と軒天の板張り、そして白っぽい模様が特徴的なソリドの3種類の素材を使用しています。浮いているようなボックス型が特徴的で、外からの視線をカットできる窓配置がポイントです。玄関周りにもソリドを使用。左側のソリド壁はお隣からの目隠しとして機能しています。玄関扉はディクシルジエスタ2の M26。ポーチと土間のタイルは長江陶業リーダスの600角を使用しています。それでは中に入っていきます。玄関は間口1820、奥行き1820を確保。通常より少しだけ広い廊下の幅と収納力のあるシューズボックス、奥まで抜ける視線効果で狭小地ながらゆったりとした玄関を叶えました。最初のお部屋は主寝室です。ベッドスペースは6畳、ウォークインクローゼットが3畳の計9畳。床には3月のロールカーペットを使用しています。フローリングよりもホコリが舞いにくく、裸足でも気持ちいいのがカーペットのいいところ。間接照明風のブラケット照明でリラックスできる空間を演出。高い窓配置で屋外からの視線をカットしています。天井には蓄光クロスという夜になるとほんのり光るクロスを採用。天井に星空が浮かび上がります。たっぷり収納な3畳のウォークインクローゼットも併設しています。1階トイレは白い空間の中に照明と黒いサッシが生えて可愛くてかっこよく仕上がっています。アクセントクロスにはサブウェイタイル柄を、床にはヘリンボーン柄のクッションフロアを使用しました。1階には他に 5.5 畳の子供部屋が2部屋と1畳の階段下収納がレイアウトされています。それでは2階に上がっていきます。階段を上がったところにあるのは 0.5 畳の CD 収納。ご主人のコレクションがたっぷり収納されています。2階最初のお部屋は広さ4畳のご主人の趣味部屋。CD に引き続きご主人のコレクションがたくさんあります。クロスには白色ではなくベージュを使用して柔らかい雰囲気を演出しています。ゲストルームとしても使えるように布団などがしまっておける1畳の収納も作り付けで設けてあります。リビングにつながる廊下には 0.75 畳の収納を設けました。右の2箇所は可動棚に、一番左はハンガーパイプを取り付け、コートやジャケット、お子さんの制服をかけておけるようになっています。そしてホールの途中にあるのが 1.5 畳の洗面スペース。収納は廊下にたっぷりあるので
収納があまりついていないコンパクトサイズの洗面化粧台をチョイスしたことでかなりのコストカットにつながっています。洗面台は既製品ですが、一部コラベルタイルを貼ってオリジナル感もプラス。かわいいブラケット照明はお施主様のご希望のものを取り付けました。続いて洗面右隣の2階トイレ。ストックや小物が置けるバックカウンターを設置し、壁紙には3月のグレーカラーのクロスを使用しました。ペーパーホルダーは可愛いゴールドカラー。クッションフロアは1階トイレと色違いのヘリンボーン柄です。照明は大きなビーズのような丸い形が可愛いペンダントライトを使用。トイレと反対側、洗面スペースの左手側には 3.5 畳の脱衣室兼ランドリールームがあります。狭小地で庭が取れないことが分かっていたため、室内干しで完結できるよう広めに確保しました。2方向の窓配置は風通しと光を取り込む役割を果たしています。それでは LDK に入っていきます。緩やかな勾配に木目調のクロスを貼った天井。サンドイッチ工法でお部屋に統一感が出ています。リビング部分は広さ6畳とコンパクト。ソファーを壁付け、テレビをカップボード側にすることで圧迫感を抑えました。ダウンライトは壁に寄せたことで陰影が映り空間を演出。2階であることに加えて高い窓配置にしたことで近隣のうちの2階からの視線をカットしています。ダイニングキッチンは合わせて広さ8畳。こちらはシンバルのダイニング照明。この照明は光量が少し弱いので通常より10センチ高さを下げて料理がきれいに見える高さに調節されています。キッチンはリビング側と階段側の2方向から入れるレイアウトで動線も丸。収納力抜群なカップボードはリビング収納も兼ねています。背面にはタイル風のアクセントクロスを採用。キッチンはもちろん LDK のアクセントとしても活躍しています。キッチンはタカラスタンダードのオフェリア。壁全体にホーローパネルを使用しているのでお掃除もしやすく、マグネットで収納も増やせます。インテリアコーディネーター曰く、壁付けキッチンのいいところは収納が増えて横からお子さんの姿も見守れること。キッチンで悩んでいる方はぜひ参考にしてみてくださいね。はい、以上で全てのお部屋のご案内が終了しました。今回ご案内したのは延べ床32坪 3LDK 狭小地に立つ音楽好きな4人家族のお家でした。今回の動画が良かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。